はようございます。末虎です。朝から晴天で絶好の登山日和です。ですが今日昼前から雨が降る予報になっているので、天候を見ながらルートをどうするか考えて、登山しようと思います。今日は目の前の山を登るんですが、低くなっているところから上がっていきます。室堂山荘です。ここは去年の立山山高でも泊まったとこです。ただいま6時51分、ちょうど去年と同じぐらいの時間ですね。今日のルートは一の越山荘まで上がってから小山、大南寺山、富士の折り立てで縦走して、その後は大走で降りてくるか別山に向かうか、天候を見ながら判断しようと思います。いやー、こんな素晴らしい天気の中山登りできるなんて最高ですと思ってたら、雪がねまだ残ってました。去年の夏は雪の上歩かなかったので、今年は雪解けが遅いんですかね。ちょいちょいね雪が残ってるんですよ。しかも結構がっつり残ってて、気をつけて歩かないと、滑っちゃいそうな感じです。またしても残雪です。ルートが分かんなくなっちゃいましたね。これじゃないよな。こっちかな。こっちに迂回するんですかね。ちょっと行ってみます。こっちなのかと思ってたんですけど、ここで二股に分かれるんですけど、どっちも踏み跡がほとんどないんですよ。明らかにねなんかおかしい感じですね。とりあえず迷ったらすぐ戻るということで、一度さっきのとこまで戻ってきました。どこにルートがあるんこれか。ここにありました。あれ目の前でしたね。これなんでこれ見つけられなかったのかね。歩き遍路しててもよく道迷いするので、安定のクオリティっていうとこですね。少しガスが出てきちゃいましたが、最初の目的地一の越山荘が見えてきました。さっきの室堂山荘から標高差で250メートルぐらい上がってきました。ガスが出ちゃってますがいい天気です。ここの休憩所にはチップ製のトイレもあるので、トイレを済ませておいた方がいいかもしれません。ここで少し休憩したら、この急登を登って小山を目指します。ご年配の団体さんがいらっしゃるようなので、少し早めに出発します。小山までの急登は遠くから見るよりも本当に急で、よじ登るようなところも何箇所もあります。途中からはトレッキングポールをしまって両手が使えるようにしておいた方がいいでしょうね。前を歩いてるカップルがあの位置に見えるような角度で登っていきます。だいぶ登ってきたつもりだったんですけど、全然上がってこれてないですね。引き続き頑張ります。前方に学校登山と思われる集団を発見して、こりゃ時間かかるなと思ったら手際よく先に行かせてくれました。本当にありがとうございます。頂上の建物が見えてきたんですが、まだしばらく距離はありそうです。今こんなところを登ってきたんですけど、さらにここからこんなところを上がっていかなければいけません。こんな危険な道を引率していかなきゃいけない先生には本当に頭が下がります。はい、あとちょっとで頂上です。標高3003メートルの小山です。正確に言うと向こうに見える神社のところが3003メートルなんですけどね。ここが小山の頂上ということになります。いやー、やっと上がってきました。ちょうど1時間ぐらいで上がってこれました。去年来た時はコロナ対策でこの社務所も、頂上にある峰本社もどっちもやってなかったんですよね。やっぱり頂上に売店があるっていうのは心強くていいですね。頂上の峰本社のところに神主さんがね立ってるんですけど、あの人ずーっと立ってるんですよ。それがすごく気になって私もずっと見てたんですが、言われてみたら誰もね頂上に行かないんですよね。なんでかなと思ったら、ご祈祷料700円払わないと上がれないんだそうです。前回上がれたのはもう閉まってて誰もいなかったからだったんですね。山なのにお金払わないと山頂行けないっていうのもねちょっと微妙な気持ちもありますが、やむを得ません。
続いて標高3015メートルの大南寺山まで縦走します。縦走って言っても微妙なアップダウンもあるし、ガレ場ザレ場のところを歩くので相当歩きにくくてね、精神的にとっても疲れます。はい、頂上が見えてきました。頂上には大南寺山の名前が書かれた木板っていうのかながあってね、いつもここで並ぶんですが、今日はね空いててすぐに撮影することができました。なんか危なくてヤバそうなやつが一人で岩の上でぐるぐるしてるんでね、周りからね失笑を買ってしまいました。頂上のすぐ近くには大南寺休憩所があります。ここも前回来た時にはコロナ対応でもう閉まっててですね、中が見れなかったんですが、今日はやってました。従業員は見当たりませんが、呼べば出てきてくれるんだと思います。小屋がやってるとね、チップ製だけどトイレもあるんでほんと助かるんですよね。しかもトイレがすごく綺麗で助かりました。はい、大南寺山からさらに30分ほど歩くと富士の折り立てに到着です。あのてっぺんが山頂なんですが怖すぎるのでここまでにしておきます。標高は2999メートルで、向こうの方には黒部湖も見ることができます。はい、それでは政子岳を通って次は別山に向かおうと思います。ここからも縦走路っぽいところを歩きます。まだ天気が良さそうなんでね、別山まで行けそうな雰囲気です。ちなみにこの辺なんですけど、ちょっと足を滑らすとね、ここ落っこって多分命をなくすことになるんじゃないかと思うので気をつけて歩きます。下の方には気持ちの良さそうな縦走路が見えます。あそこまで降りれれば楽に歩けそうです。気持ちのいい縦走路にやっと出てきたと思ったら、突然雲も出てきちゃいました。今10時なんですが、天倉もウィンディーも昼前から雨っていう予報だったんで、どうしようか悩みます。とりあえず政子岳手前の大走の分岐のところまで来てみました。去年もこの辺りで雨に降られた記憶があります。山の天気は変わりやすいんでよくわからないんですけどね。10分前まで晴天だったさっき歩いてた道がもうこのありさまです。悩んでた数分の間にも雲がどんどん下がってきました。まだ時間も早いし別山に行ってみたかったんですけど、雨降られるのは嫌なので残念ですが、ここから大走りルートで下山することにします。去年も大走りで下山したんですけど、ここすごく歩きづらいんですよね。ザレ場がひたすら続くので、そこをジグザグに降りるんですけど、1時間半ぐらいひたすらそれを続けるんですよね。疲れて足も上がらなくなるのでつまずきも増えてくるし、地味に疲れる道です。やっと下まで降りてくることができました。ここからはもうほとんどアップダウンがないのでルンルン気分で歩いていきます。いや、川の水がね冷たくて気持ちよさそうです。ちょっとね頭からかぶりたいですね。この水ですからね、もうとっても綺麗、もう雪解け水なんでしょうねこれ。結局雨に降られることもなく無事下山することができました。もうあと少しで来鳥沢のキャンプ場です。キャンプ場手前の橋です。これがね何気に細くて、今日は人少ないんでいいですけど人が多いと揺れるんですよね。前回怖かった記憶があります。山の上の雲が取れましたね。これなら別山に行けたかな。ちょっと判断ミスしちゃったかもです。はい、来鳥沢キャンプ場です。ポツポツとテントは張られてますが、まだ午前中なのでこれからさらに増えるんでしょうね。そういえば宿で今日のランチを作ってもらってました。途中で少し食べちゃったんですけど、この袋の中には小さなパンがもともと6個入ってて、それに他のもついて合計900円でした。登山用のお弁当なので汁漏れだとか潰れとかゴミとかが配慮されてるものになってました。私の感覚としては来鳥沢キャンプ場に着いた時点で登山は終わりなんですが、実はそこから宿まで微妙に長い登りをまた登ることになります。
結構長い階段で休み休み登ると2、30分ぐらいかかってたかなっていう感じですね。緊張の糸が切れた後の登りなんで地味にきつかったです。あそこに見える残雪緑色です。なんでだろう、硫黄の影響ですかね。やっと三栗ヶ池温泉に戻ってきました。せっかくなのでお言葉に甘えて温泉に入ろうと思います。フロントに一声かければすぐに入れてくれるので風呂場に直行です。登山後の疲れた体にこの温泉はもう最高です。超気持ちいいです。温泉でさっぱりしてあとは帰るだけ、そんな状態の時に雨がポツポツ降ってきました。結果としてはあの時大走りから降りてきて正解でしたね。今回も最後までご覧いただいてありがとうございます。天気にも恵まれて気持ちのいい立山登山ができました。次回は唐沢かつば九郎に行ってみようと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。